こんにちは、こんばんは。エンジン太郎です。今回からエンジンの組み立てを進めていきます。過去にアップした動画と似た内容になってしまいますが、お付き合いください。久しぶりにここまでばらしましたが、自分でもよく作ったなと思います。今見てみると、このエンジンの設計はいろいろと失敗があるので、やり直したいとも思いますが、もう今更同じエンジンでやる気にはなりません。まず新設計したクランクケースを組み立てていきます。1、2目のピンを刺していきます。今からクランクをセットしていきます。2気筒までなら上下分割式のクランクケースよりも水平対向の時にやった積み木のように重ねていくクランクケースの方が整備性が良かったです。液体パッキンを塗って上下のクランクケースを合わせていきます。ここは精度が必要な部分なのでシートガスケットが使えないので不便です。自分で製造する場合、設計時にたくさんの制約が生まれます。その中で妥協をしながら、なんとか今の形に落ち着きました。とにかくたくさんのネジがあるので大変です。水平対向の時はここまでネジの数が多くなかったので、やはりここも設計に問題がありました。今見せたのがベアリング押さえプレートですね。これは旋盤作業の時に奥まった部分が計測できないためにつけることになってしまいました。カムチェーンテンショナーを取り付けていきます。左バンク用のカムチェーンテンショナーも組んでいきます。構造上左バンクは逆回転になるので、カムチェーンテンショナーがよく問題を起こします。クランクケースの組み立てはこれでおしまいです。とりあえず左バンク分のカムチェーンだけは忘れないように今のうちに通しておきます。
純正クランクケース部分の組み立てを始めていきます。このベアリングガイドが今回の設計変更箇所です。ギア側のベアリングにボールベアリングからスラストベアリングに変更してラジアル荷重を受けられるようにしてみました。ミッションは純正のままなので特に変更点はありません。設計変更によりギアの位置が微妙に変わったはずなので、まずは仮組みをして様子を見ていきます。仮組みをしてみましたが、シャフトの動きが非常に悪いです。少しだけギアを削って調整します。電盤でギアを削ったので、再度組んでみます。今度は大丈夫そうです。このままクラッチ側を組み立てていきます。ここで大きな間違いがあります。オイルポンプ付け忘れてます。気がついたので、クラッチをもう一度外してオイルポンプを付け直します。純正クランクケース側もだいたい作業が終わりました。しているのはオイルポンプ駆動用のテンショナーとアイドラーです。オイルポンプの電動化ができれば、もう少し設計の自由度が上がるのかもしれません。ここからは純正クランクケースと新しく作ったクランクケースの接続用のプレートの組み立てに入ります。ここもギアがつく場所なので調整が非常に細かく大変です。このベアリングももっと大きなものが付けられればよかったのですが、設計上このぐらいが限界でした。
入れるシムの枚数と位置を変更することによってギアの余白を調整していきます。1回目の仮組みを進めていきます。まず1回で成功することはありません。明らかに硬すぎる場所があるので、再度調整が必要になります。先ほどのように硬くて回らない場所や、軽く回りすぎる場所がばらつくのは本当は良くないのですが、自分の工作精度ではここまでが限界でした。先ほど硬い場所があったので、ギアを 0.1 ミリ後ろに下がるようにシムをセットし直しました。今度は全体的にスムーズに回るようになりました。バックラッシュもそんなに多くはないのでちょうどいいです。クリアランス調整がうまくいったので本組みになります。本組みはネジロック剤を使ってなるべくがっちり固定します。それでも前回この部分のネジは緩んでしまいました。ここも1、2目精度が重要なため、シートガスケットではなく液体パッキンで密封していきます。上視点のマークをつけているので、それに合わせて組み立てていきます。これで新クランクケースとの接続準備が整ったので、新クランクケースを取り付けていきます。左シリンダーの上視点に目印があるので、それに合わせて取り付けていきます。クランクケースが取り付け終わったので、左のシリンダーから組み立てていきます。ここら辺はモンキー系のエンジンをいじる方なら見慣れた風景だと思います。
右バンクは全く同じ手順なのでカットしました。カムスプロケットの蓋の部分にトラを彫ってあります。以前アメリカのカスタムで金属に模様を彫っているのを見て真似をしたくなりました。紙を入れて彫った部分を黒くすると少し目立ちます。あとはオイルラインを取り付けて作業終了となります。オイルラインをケース内に作れなかったのが残念ですね。組み立てが完了しました。先ほどの虎ですが、実は間違えて彫ったので、取り付けると逆さになってしまいます。いよいよエンジン始動していきます。なかなかエンジンがかからないので苦労しています。なんとか始動できました。でもちょっと様子がおかしいですね。回転が6000回転から先に上がりますね。以前調整したキャブのせいかもしれませんが、何か様子がおかしいです。かかるけど回転上がんね動きと音が気になるので、もう一回分解しちゃいました。また調整からやり直しとなります。今回はエンジンの様子がおかしかったですが、基本的な手順はこのような感じで進めています。なんとかエンジンを直して、次の動画ではパワーチェックをしてみたいですね。ご視聴ありがとうございました。